潜水艦の甲板に並ぶ4本の巨大な筒、その上に白い鉢巻きの若者たちが立っている。この写真をカラーにしてみる。これは海底太平洋戦争末期に日本海軍が開発した人間魚雷だ。93式酸素魚雷を改造して作られた。全長 14.75 メートル、直径1メートル、最大速力30ノット。弾頭には1550キロの策薬が詰められている。操縦席は1人分だけ。搭乗引破潜水艦から海底に乗り移り発進する。目標に向かって突撃する。脱出装置はない。一度乗れば二度と戻れない兵器だった。海底搭乗員の戦没者は106名。整備員など関係者を含めると145名に上る。今回は海底に乗った若者たちの写真をカラーで見る。彼らがどんな顔をしていたのか、その目で確かめてほしい。ビゴ18潜水艦から出撃する海底搭乗員6名の集合写真だ。この写真をカラーにしてみる。左から中井正一飛曹、白木一郎一飛曹、林義明一飛曹、小森一幸和飛曹、そして水井敏夫少尉、晩秋時中尉、右の2名が士官だ。軍刀と白手袋を持っている。左の4名は、予科連出身の若者たちだ。晩秋尉が隊長、水井少尉が副隊長を務めた。撮影場所は山口県の平尾基地。出撃前、司令官の命令で、6名は別府温泉に送られた。最後の休養だった。光基地では既婚の隊員に妻を呼んで、数日間過ごさせた。出撃のことは言わない約束だった。回転には故障がつきものだった。故障で帰還した者は、また次の出撃に回された。2回3回と帰ってきた人もいた。だが、いつかは出撃する。それは変わらない。先ほどの6名の中にいた、林義明一飛曹、写真館で撮影された肖像写真だ。この写真をカラーにしてみる。紺の海軍制服に怒りの気象がついた帽子をかぶっている。まだ、あどけなさの残る顔立ちだ。林さんは時間さえあれば、花壇の花の世話をしていた。基地の仲間が証言している。どんなに忙しくても花に水をやることを忘れなかった。出撃するその直前まで花に水をやっていたという。昭和20年8月12日、林義明は海底で突撃し、戦死した。終戦のわずか3日前のことだった。あと3日生きていれば帰れた。それを知る術は彼にはなかった。山口県の熱田交流館には、今も林さんの帽子が展示されている。花を愛した青年が被っていた帽子だ。山口県の近くに行く用事があれば、ぜひ訪れてほしい。場所は概要欄に貼っておきます。腕を組んで並ぶ2人の若い士官。左が西名関を注意。右が上別府大尉だ。この写真をカラーにしてみる。西名関を破回転を作った男だ。黒木博少尉と共に、人間魚雷の構想を練り上げた。自ら93式魚雷に乗り込んで、操縦法を確立した。二人は上層部に何度も却下されながらも嘆願を続けた。結書まで書いて開発の許可を求めた。戦局の悪化とともにようやく採用が決まった。だが、共同開発者の黒木少尉は、訓練中に殉職する。回転の試験航行中に浮上できなくなり、海底で亡くなった。西名はその意思を継いだ。1944年11月20日、菊水隊として、初の海底特攻に出撃。母艦は、47潜水艦。目標は漆干渉の米艦隊だ。西名の海底は、米海軍の給油艦ミシシネワに命中。海底特攻による初の確認戦果となった西名関王。享年21。自ら作った兵器に、自ら乗って死んだ。海底の歴史はこの男から始まった。西名が命中させた艦、米海軍の給油艦ミシシネワが、ここに写っている。この写真をカラーにしてみる。1944年11月20日、漆干渉。巨大な炎と黒煙が、ミシシネワを包んでいる。船体は転覆し、スクリューが海面に露出している。手前の艦から米兵たちがその光景を見守っている。味方の艦が燃えている。何もできない。ミシシネワは排水量約25,000トンの大型給油艦だ。積載していた航空燃料とガソリンに引火し、大爆発を起こした。乗組員63名が死亡した。これが海底特攻の初の確認戦果だった。菊水隊は E47 と E36 の2隻から出撃した。計画では海底8機を発進させるはずだった。だが、E36 の3機が故障し、実際に発進したのは5機だった。西名の海底がミシシネワに命中したとされている。しかし菊水隊の搭乗員9名は全員戦死した。この写真を見ることができた者は1人もいない。海底は戦果を上げた。だがそれ以上に多く、若者の命と将来を奪った。大津島基地で撮影された海底搭乗員27名の集合写真だ。みんな明るく笑っている。この写真をカラーにしてみる。1944年12月半ば、菊水隊が漆干渉から帰還した直後の撮影だ。次の出撃部隊である混合隊の編成が進んでいた。この写真は2004年に発見された調査広しの遺品の中から見つかったものだ。調査士は
大津島基地の専任搭乗員だ。あの同期の桜の歌詞を書いた人物でもある。中央で脇差しを手にしているのは石川清三だ。この脇差しには数奇なエピソードがある。石川の同期の小川光彦が、従順足柄で扱っていた徳山で偶然再会し、脇差しは石川の手に戻った。石川はこの脇差しを握って海底に乗り、グアム島に突入した。この写真に写る27名のうち、その多くが戦死した。菊水隊の戦死者9名は、すでにこの世にいない。写っているのは、機関車と次の出撃を控えた者たちだ。生存者の小田俊治氏はこう証言している。隊の雰囲気は、整列で張り切っていた。帝国海軍大なりといえども、海天隊ほど素晴らしい部隊はあるまいと。この写真で生き残ったのは、小田氏ただ一人だった。海面を進む一本の黒い筒。これが海天の実物だ。この写真をカラーにしてみる。試作第3号艇と記録されている大津島基地の周辺海域で撮影された訓練中の写真だ。操縦席のハッチが開いたまま航行している。海天の操縦席は直径1メートルの筒の中にある。搭乗員は座った状態で、前方の潜望鏡を覗き操縦する。中で体の向きを変えることすらできない。訓練では目標に向かって突撃し、直前で回避する。だが実戦では回避しない。そのまま突っ込む。訓練中の事故も多かった。浮上できなくなり、海底で亡くなった者が15名いる。開発者の黒木博少尉も、その一人だった。黒木は海底で死の間際まで手帳に書き続けた。事故の原因とか、移転の改善点を記したメモだ。このメモは後に引き上げられ回転の改良に生かされた。自分の命と引き換えに残した技術者の遺言だった。伊58潜水艦の艦内だ。乗組員が潜望鏡を操作している。この写真をカラーにしてみる。狭い艦内に計器類がびっしりと並んでいる。通路は人がすれ違うのもやっとの幅しかない。海天の搭乗員はこの潜水艦の中で出撃を待った。出撃命令が下ると、交通塔と呼ばれる細い通路を通り海天に乗り移る。直径わずか50センチほどの筒だ。体をよじりながら這って進む。海天に乗り込み、ハッチを閉じる。そこから先は完全に一人だ。潜水艦との連絡は、電話線一本のみ。発信すればそれも切れる。伊50は、地は、海天の母艦として何度も出撃した。1945年7月30日には通常魚雷で従順インディアナポリスを撃沈している。原爆の部品を運び終えた直後の米艦だった。伊58の艦長、橋本持貫は、搭乗員たちを深く気遣った。出撃前に別府温泉に送ったのも橋本艦長の計らいだった。送り出す側もまた苦しんでいた。川の飛行帽にゴーグル、白いスカーフ、回転特攻、隊長のは橋口大尉だ。この写真をカラーにしてみる。橋口大尉は、回転の操縦技術に優れていた。搭乗員たちから深く尊敬されていた。差別意識がなく、誰にでも分け隔てなく接した。あの方を悪く言う人はいないと証言されている。彼は何度も出撃を希望した。決書まで書いて嘆願書を出した。だが、上官の答えはいつも同じだった。あなたしかいない。訓練に専念してくれ。優秀すぎたが、故に出撃を許されなかった。部下たちは次々と出撃していった。橋口大尉は見送る側に立ち続けた。昭和20年。8月20日、ついに出撃が決まった。だが8月15日に終戦を迎えた。終戦から3日後の8月18日、未明3時半、橋口大尉は平尾基地の回転の中で拳銃を撃った。部下を送り出し、自分だけが生き残ったことに耐えられなかった。自決の前夜、出撃予定だった5人を山に集めて話をした。お前たちは生きろ、これからの日本を作れ。そういう趣旨の話だった。と言われている。家にはこうある。遅れてもまた、今日たちに誓いし、言葉あれ忘れ目や、前列に座る8名の若者、全員が頭を反り、白い鉢巻きを巻いている。膝の上には、担当を置いている。この写真をカラーにしてみる。第一回転隊の出撃直前の記念写真だ。1945年2月、山口県光市の光海軍基地で撮影された。前列左から赤近2飛走、猪熊2飛走、新野2走、4人目が河合節を注意。第一回転隊の隊長だ。中央の濃い軍服の人物は、永井万少将、司令官である。その右に、堀田少尉、田中2曹、伊藤2飛走。後列には参謀や整備員が並んでいる。前列の搭乗員と、後列では服の色が違う。搭乗員は、カーキ色の航空被服。後列の参謀たちは濃紺の清装だ。この写真の数日後、彼らは石垣島へ向かった。出撃の機会を待つために、隊長の河合節。お注意は、海軍兵学校71期、石垣島で米軍の襲来に備えたが、出撃の機会は来なかった。そのまま終戦を迎えた。終戦から16日後の8月31日、河合中尉は石垣島の料亭、四つ葉で軍服を整えた。皇居に向かって深く一礼し、滑腹した。部下を死なせ、
自分だけが生き残るわけにはいかない。それが彼の残した言葉だった。先ほどの記念写真を撮った直後だ。搭乗員たちが担当を胸に構え行進している。この写真をカラーにしてみる。出発式の光景だ。水杯を交わし、担当を授与され万歳三唱を受けた後の行進。港に向かって歩いている。担当は出撃する者だけに送られた。左胸の前で捧げるように構えている。白い鉢巻きが風にたなびいている。奉納港。背景には黒ずんだ木造の兵舎が並ぶ。防空のために暗い色に塗装されていた。この行進の先に港がある。港には2号潜水艦が待っている。潜水艦の甲板には回転が乗っている。彼らはこの後、石垣島に向かった沖縄に迫る米軍に回転で突入するためだ。光基地の港から165船水艦が出港していく。甲板の後部に回転が搭載されている。この写真をカラーにしてみる。司令塔に165の看板号と日の丸が描かれている。甲板上の乗組員たちが手を振って見送りに応えている。昭和20年6月15日、轟隊の出撃だ。轟隊は回転特攻隊の中でも後期の部隊だ。この頃になると日本近海にも米艦隊が出没していた。出港の瞬間は毎回同じだった。岸壁に並んだ整備員や基地要員が帽子を振る。潜水艦が静かに離れていく。だが、送り出す側の心は複雑だった。潜水艦に乗っている搭乗員は、もう帰ってこない。分かっていても笑顔で見送るしかなかった。6月27日、サイパン東方海域で、米軍の哨戒機に発見され撃沈された。乗組員とか一点搭乗員、合わせて全員が戦死した。逆光の中で、太刀を高く振り上げる3人の若者。47船水艦の甲板上に並ぶ回転の上に立っている。この写真をカラーにしてみる。見送りに応えている。背後には、大勢の乗組員が甲板に集まっている。昭和20年4月17日、47は、菊水隊の初出撃で漆に向かった同じ艦だ。シナセキオが乗った母艦でもある。47にとって回転作戦は何度目かの出撃だった。太刀を振り上げるその姿は勇ましく見える。だがこの先に待っているのは、狭い操縦席と暗い海だ。回転に乗った搭乗員には、2つの結末しかなかった。目標に命中するか、命中しないまま、海の底に沈むか、どちらにしても帰ってこない。太刀を掲げたこの瞬間が、彼らの最後の姿だった。この動画で紹介してきた写真の多くは、亡くなった人たちだ。だが、この1枚は違う。石垣の前で8人の若者が笑っている。第一回転隊の搭乗員たちだ。この写真をカラーにしてみる。能力色の航空服に海軍略帽をかぶっている。10代から20代前半、全員がヨカレン出身の若者たちだ。彼らは石垣島に配備され、出撃の機会を待った。だが沖縄戦は地上戦に移り、米艦隊は分散した。相転で突入できる大型艦が来なかったのだ。出撃できないまま8月15日を迎えた。この写真の搭乗員たちは、運よく終戦まで生き延びた。隊長の河合注意を除く7名は、戦後復員できた。だが河合不死、お注意だけは帰れなかった。部下を死なせ、自分だけが生き残るわけにはいかない。終戦から16日後の8月31日、石垣島で滑腹して果てた。全員が死を覚悟していた。その中で生き残れたのは、偶然に過ぎない。最後に見ていただきたい写真がある。以後18潜水艦の乗組員全員の集合写真だ。この写真をカラーにしてみる。甲板の上で、旭日旗を背に全員が並んでいる。中央には撃沈した艦艇の絵が掲げられている。手前には回転の課題が見える。この写真は終戦直後に撮影された。つまり彼らは生き残った人たちだ。以後18は回転の母艦として何度も出撃した。インディアナポリスの撃沈でも知られる。回転作戦に何度も出撃した潜水艦だ。彼らは搭乗員を見送り続けた。発進の合図を出し、電話線が切れる音を聞いた。帰ってこない仲間のために無線で耳を澄ませた。回転搭乗員の戦没者は106名、整備員など関係者を含めると145名に上る。その多くが20歳前後の若者だった。この写真の誰もが仲間を失っている。生き残った彼らもまた戦争を背負い続けた。今日紹介した写真に写っていた若者たち。80年前、この国に確かに生きていた人たちだ。彼らの顔を覚えていてほしい。最後に、もう1枚、6人の若い士官がゴーチンと書かれた書を掲げて笑っている。この写真をカラーにしてみる。全員が、海軍兵学校出身のエリートだ。前列左から小林元則、注意。伊藤貞介注意。川久保照夫注意。後列左からは、志口艦注意。久住博注意。河合不死お注意。ゴーチンとは敵艦に命中し、一撃で沈めること。彼らにとってそれは誓いだった。この写真の1ヶ月後、小林注意は、漆干渉で回転に乗り戦死した。川久保注意はホーランディアに突入し戦死した。久住注意は、コストル水道で発進し戦死した。伊藤注意は回転に乗ることすらできなかった。母艦の48潜水艦が、爆雷で沈められたのだ。回転のハッチを開けることなく、
海の底に消えた。残った二人、橋口大尉と河合中尉、二人とも終戦を迎えたが、生きることを選ばなかった。橋口は8月18日に自決。河合は8月31日に滑腹した。6人全員が死んだ。この写真に生き残った人間は一人もいない。20代前半、日本の未来を担うはずだった若者たちだ。彼らはこんなにも明るく笑っていた。